見た目に惚れたならそれでよし。というわけで、やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回レビューするのは、キウイヤーズの新商品、ドルスドルチェ。ドルチェはキウイヤーズの新エントリークラスに相当する商品で、5000円クラスの家電座よりもさらにエントリーの価格として登場した、軟質軽量な振動板をメインにした、柔らかい音色のイヤホンだ。その特徴は、外観、内装に一つずつ存在していて、一つは、涼やかなブルーとブラックのグラデーションカラーを持つ、フェイスプレート。シンプルながら夜明けのように美しい。そして、内装部の特徴としては、10mm のダイナミックドライバー一発の、一見典型的な低価格1ダイナミックドライバーモデルなんだけど、その実、採用している振動板が、弾力感のある表現を得意とする、耐久力、弾力に優れた素材、LCP に、軽量かつ軟質な、低密度ポリエチレン(LDPE) を組み合わせた、LDPE と LCP、合わせて LDP という、新しい振動板素材を採用していること、ドライバーガードの厚みはそれほどないので、二重磁気回路などの、中華おなじみの磁力強ギミックは採用していないっぽい。外装の形状もオーソドックス、中身もオーソドックスと、シンプルに新しい振動板を味わえる、樹脂ハウジングとなっているぞ。透明な本体部分も、少し青みがかった透明色になっていて、全体的に青が好きな人にはたまらないデザインになっている。イヤーピースも黒をベースに、軸が青色のタイプ。低価格モデルながら、付属品にも統一感があるのはとても素晴らしい。付属ケーブルは、この価格帯でよく見かけるタイプのオーソドックスな導線ケーブルだ。取り回しは良いので、このまま使っても良いだろう。付属品はシンプルで、イヤピとケーブルのみ、そういうところも低価格ならではの割り切り感があって嫌いじゃない。と、外装と中身に関してはこんな感じ。ちなみに、リケーブル端子も、低価格でよく見られる QDC タイプだ。さて、そんなわけで、音色についても見ていくことにしよう。このイヤホン、ドルチェに使われているのは、低密度ポリエチレンと、中華イヤホンではよく見かけるようになってきた、LCP の組み合わせ。この3つの要素の組み合わせにより形成された振動板は、LCP と従来型樹脂振動板とのちょうど真ん中のような印象にチューニングされていた。すなわち、より高音域側があっさりとしていて、それでいて低音側の弾力は十分に感じられる形。LCP すぎるほど LCP でなく、かといって、普通すぎもしない、という、特徴がいい塩梅に出てるイヤホンだな。このため、中音域あたりが弾力や反響が強すぎることがなく、曲全体の見通しを確保しつつ、柔らかく力強く弾ける音色を実現しているぞ。感触感はそれほどない、柔らかい素材でなっている印象がする音色だった。また、ドルチェが弾力感を持ちながら、はっきりとした音の聞こえ方をする理由に、本機が二重磁気回路を採用していないことも大きな要素になっていそうだ。この価格帯のイヤホンで、共用の規格のドライバーを使っている、いわゆる低価格 10mm1 ダイナミックドライバー機の場合、多くのイヤホンが、低音側、特にサブベースの厚みや臨場感を増す、二重磁気回路を搭載している。これにより、さらに強烈に振動板を駆動させることができるので、2010年代末くらいから、中華イヤホンは、非常にスケール感のあるベース、そして、従来機より力強いサブベースを提供できるモデルがすごく増えた。実際、最近の KZ 系イヤホンで、低音、中低音が魅力的なイヤホンは、とにかくドライバーがしっかり大きく振動板を動かす、というのは、特徴の一つになっていたと思う。でもドルチェは積んでいない。でもドルチェは低音モデル。ここも、新しい、程よく特徴の出る振動板と同様に、程よく特徴が出ている印象だ。ドルチェの低音は豊かだが、さっき言った通り強烈な低音域を実現する、二重磁気回路採用のドライバーを使ったモデルと比べると、超低音域の太さ、という点ではどうしても劣る。でも、このおかげでしっかり全体がまとまっていて、しっかりベースが響くのに、その代償のねっとり残る残響や、サブベースの音圧によって他の音域が邪魔される感じがない。新素材を使いつつ、すごく堅実かつ、2010年代終盤以降よりも以前のトレンドでまとまったイヤホンだな。金属音だけは突き抜けるような感じがなく、割と標準的だな、という印象でまとまるんだけど、それより下の中高音域は、柔らかいのにしっかりとハキハキと分離するし、低音域はたっぷりなのに、超低音というか、振動感というかがないため、類似の 10mm ダイナミックドライバー採用モデルに比べて、柔らかい音ながらはっきりと音は分離し、変にスローにもならない。また、空間もウォーム系としてはかなり広めで、空間表現が得意なウォーム寄りのイヤホンを探しているのなら、と良い選択になるんじゃないかな。キウイヤーズの兄貴分、キウイヤーズ家電座と比較してみよう。
カデンザはドルチェと同様、10mm のダイナミックドライバーを一発採用したイヤホンなんだけど、あちらはベリリウムメッキで、高音、低音もしっかりと力強く、上限下限が広いイヤホン。ベリリウムメッキイヤホンの定番と言える出来で、人気も堅調だ。対してドルチェは、金属コーティングされたドライバーを持たないものの、しっかりと空間を感じられる全体像。それでありながらたっぷりとした低音。ただし、超低音や超高音はそこまで強力な感じはなし、という、かなり面白いバランスになっているんだ。ドルチェがおすすめな人は、20磁気ダイナミックドライバーの低音が重すぎる、と感じる人。高音、低音のピークがきついと感じる人。ゆるいけど、しっかり分離した音が欲しい人。そして見た目の涼やかさに惚れた人だな。簡単に購入できる低価格機ながら、かなりベーシックにまとめてきたドルチェ。この傾向のサウンドなら、個人的にダントツでおすすめの、ナイス HCKDB1 をちょっと優しくしたような音で、これはこれでなかなかハマりそうな適度さだ。CCACRAK のような、高音、低音がはっきりと出ている、現代的高音質イヤホンのバランスよりも、少し緩さがあった方がよく聞こえる、古めの音源とか、それから、あんまり頑張りすぎないイヤホンだけど、はっきり音は聞こえてほしい、というわがままな需要に対応するぞ。おすすめ度は高い、が、この価格帯の1ダイナミックドライバーは、とんでもない優秀な機種がたくさん揃ってるせいで、相対評価でこいつもすごくおすすめ、というポジションだな。変に頑張りすぎていないけど、はっきり切り分けられる音のイヤホンが欲しい、という人におすすめだぞ。と、こんなところだな。正直、ドルチェの商品写真を最初に見た時はメタリックかと思っていたんだけど、まさかのグラデーション塗装だった。見た目、内部両方に面白さのあるイヤホンなので、キウイヤーズファンはぜひともトライしてみてくれ、といったところで今回はここまで。